他の誰のためでもなく、君自身のために夢中になれるものを見つけてほしい。君だけの好きなものを、楽しいものをいっぱい見つけてほしい。あなたは一度は言われたり耳にしたことはありませんか？好きなことを見つけよう。夢中になれるものを見つけなさい。親から、先生から、あるいは社会全体から、まるでそれが幸せになるための絶対条件であるかのように。でも、そう言われれば言われるほど焦りませんか？自分には胸を張ってこれが好きだと言えるものなんてない。周りのみんなはキラキラしてるのに、もしあなたが今、そう感じて息苦しくなっているなら、今日の話はあなたのためのものです。サイレントウィッチ。この物語の中でフェリクス王子が言ったセリフがあります。以前、僕が友人からもらった言葉を君に送ろう。他の誰のためでもなく、君自身のために夢中になれるものを見つけてほしい。君だけの好きなものを、楽しいものをいっぱい見つけてほしい。一見、どこまでも優しく、心温まる言葉です。ですが、もし私がこのセリフにはあなたの人生観を変えてしまうほどのヒントが隠されていると言ったら、あなたはどう思いますか？この動画の最後には、なぜ彼が影武者としての偽りの人生を選んだのか、なぜあなたの好きが見つからなかったのか、このセリフに込められた本当の救済のメッセージが明らかになります。まず、大前提として、なぜ私たちはこんなにも好きなことが見つからなくなってしまったのでしょうか。それは、私たちの無意識の中に3つの社会毒が染みついてしまっているからです。あなたの好きを殺す3つの社会毒。1つ目は生産性の毒。それはお金になるの？将来の役に立つの？何かを始めようとするとき、頭によぎるこの声、これが1つ目の毒です。私たちはいつの間にか好きという感情そのものではなく、それが生み出す損得感情で物事を判断するようになってしまいました。まるで自分自身が利益を生むための機械であるかのように。2つ目は承認欲求の毒。これを好きだと言ったら周りからどう思われるだろう。いいねがもらえそうな趣味じゃないとなんだか恥ずかしい。 SNS の普及でこの毒は強力に私たちの心を蝕んでいます。村八分が怖くて他人の評価というフィルターを通してしか自分の好きを肯定できなくなっているんです。そして3つ目が完璧主義の毒。やるからには人並み以上に上手くならなきゃいけない。下手なうちは好きだなんて言えない。これは特に真面目で頑張り屋な人ほどかかりやすい毒です。楽しむことよりもできることが目的になってしまい、うまくいかない自分を責めて結果的に何も楽しめなくなってしまう。これらの毒について理解した上で、もう一度先ほどのセリフを一緒に考えてみましょう。他の誰のためでもなく、君自身のために。この言葉は社会の決まり事からあなたを解き放つための大切な解毒剤と言えます。夢中になれるもの、好きなもの、楽しいもの。この言葉は何かを達成する結果よりもその過程自体を楽しむことを許してくれるものです。こうして見てみると、このセリフが現代社会の呪いというしがらみへの反発としての側面もあるのではないかと感じます。でも、この話にはまだ続きがあります。このセリフの一番大切な部分は、見つけるという言葉の意味にあります。多くの人は好きなことを最初からどこかに完成された形で存在しているものだと考えがちです。でも、もし好きなことがどこかで見つかるものではなく、自分で作っていくものだとしたらどうでしょうか。ここで物語に出てくるもう一人の大切な登場人物、第二王子のフェリクスの従者であるアイザックに注目してみてください。アイザックは最初から影武者になりたいと思っていたわけではないはずです。彼はフェリクスの従者として日々を過ごす中で、従者という役割やその生き方自体を自分自身の好きなこととして少しずつ作り上げていったのではないでしょうか。このことはフェリクスの思い、君自身の好きなものを見つけてほしいという願いとは少し違った形かもしれません。でもアイザックにとっては誰かに命令されたのではなく、自分で選択した
たった一つの好きなことになりました。好きというのは運命的に出会う宝くじのようなものではありません。毎日の選択や行動の中で自分の力で少しずつ作っていく、とても素敵なことなのです。実際には死母と贖罪、服従と復讐の感情が複雑に絡み合い、そして一度自分を見失います。その後もう一度自分は何者なのかを考え直し、新しい自分として影武者の道を歩み始めます。見つからないと嘆くのは畑に種をまかずに芽が出ないというのと同じではないでしょうか。今のあなたに必要なのは才能探しより好奇心への水やりかもしれません。しかしこの動画が本当に伝えたいメッセージはさらにその先にあります。好きなものは作るもの。この言葉は誰かにとっては希望になるかもしれません。でも人によっては作らなきゃいけないという新たなプレッシャーになりませんか？見つからない上に作れもしない、そんな自分をまた責めてしまうかもしれません。この言葉の真のメッセージは見つけることでも作ることでもありません。このセリフの本当の目的は何もしなくていい、今のあなたのままでいいと、あなた自身を、あなたの今を丸ごと受け入れて許すことだったんです。もう少しわかりやすい表現で言うと、今のままのあなたでいいよという気持ちです。何かを頑張って変えなくても大丈夫。今のあなたをそのまま認めてくれる優しい言葉なのです。空が青いこと、道端の花が綺麗なこと、好きな音楽を聴いている時間、私たちはこれらの好きを探しましたか？作りましたか？違いますよね。それはいつの間にかただそこにあったはずです。そうなんです。好きというのはどこかに探しに行くものでも無理に作り上げるものでもありません。本当は自分の心の中にある小さな気持ちに気づくことなんです。だからこのセリフが本当に伝えたかったのは、さあ冒険に出かけようでも自分で何かを作り出そうでもありません。もう頑張って何者かになろうとしなくていいよと、今のあなたに向き合い優しく認めるためのとても大切なメッセージだったのです。走り疲れたあなたを優しく抱きしめてくれるための言葉、これこそがこの言葉に隠されたたった一つの、そして最も重要な真実だと思います。ここまで見てくださってありがとうございます。もし今日の話が少しでもあなたの心を軽くしたならとても嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。この動画が少しでも良かったと感じたら応援の証としていいねをお願いします。そしてあなたの好きな言葉を教えてもらえませんか？それではまた会いましょう。